今日は神奈川県鎌倉市の大船駅にやってきたのだ。ここは JR 東海道線、湘南新宿ライン、横須賀線、根岸線、京浜東北線、そして湘南モノレールが乗り入れる超ビッグターミナルなのだ。東京駅からは東海道線で約45分、品川からは約35分で到着するのだ。なんと明治21年1888年開業という歴史ある駅で、実は鎌倉駅よりも利用者が多い鎌倉の玄関口なんです。東海道線と横須賀線の分岐点として昔から交通の要衝として栄えてきた町ですね。しかもここ鎌倉市と横浜市の境目にあって、実は駅の東西で住所が違うのだ。改札を出る場所によって鎌倉市民にも横浜市民にもなれるという不思議な場所なのだ。そして大船は1936年から2000年まで松竹大船撮影所があった映画の街でもありました。小津安二郎監督作品や山田洋次監督の男はつらいよシリーズもここで撮影されてたんです。今では映画の街から住みやすい街へと変化を遂げているのだ。2021年には駅前に大型商業施設グランシップもオープンして、さらに便利になっているのだ。今日はそんな新旧の魅力が詰まった大船駅周辺を散策してみたいと思います。まずは東口から出発しましょう。駅前は結構にぎわっているのだ。まずは湘南のアメ横とも呼ばれる大船中通り商店街から散策スタートなのだ。駅を出てすぐ大船中通り商店街に到着なのだ。ここは明治時代から続く湘南地域でも有数の歴史ある商店街なのだ。湘南のアメ横という愛称で親しまれていますね。でもその歴史は実はアメ横よりもずっと古いんです。大船駅が開業したのは1888年明治21年なのだ。駅ができたことで人が集まり始めて、自然と周辺に商いが広がっていったのだ。とはいえ今のような賑やかな商店街になったのはもう少し後の話です。戦後闇市として露店が立ち並ぶようになったことで、そこから徐々に活気づいていきました。大正時代には大船田園都市計画というものがあったのだ。でも関東大震災と昭和恐慌で計画は頓挫してしまったのだ。しかしその失敗が結果的に転機になりました。計画が頓挫して空いた土地を昭和11年に松竹が買い取り、映画撮影所を建てたんです。それが松竹大船撮影所なのだ。これができたことで商店街はさらに大きく発展していったのだ。映画関係者が毎日のように通うようになって、飲食店や食材店が急増しました。当時の大スターたちもこの商店街で買い物をしていたそうです。この商店街、正式には3つの商店街が連なってるのだ。商栄会商店街、駅前商店街、中通り商店街、それぞれに歴史があるのだ。でも歩いていると境目はわからないくらい自然につながっています。戦後の高度経済成長期にはさらに店舗数が増えていきました。大船中通り商店街を象徴するお店の一つが鈴木水産大船ジャンボ市場店なのだ。市場のスーパーみたいな雰囲気で新鮮な魚介類がずらりと並んでるのだ。2階には回転寿司もあって、鮮魚店の新鮮なお魚でお寿司が食べられます。さらに進むと向かい合って立つ鈴木水産大船店という宝屋があるのだ。この通りは市場って感じの雰囲気がすごいのだ。ここの雰囲気は昭和にタイムスリップしてきた気分になるね。私は大船中通り商店街って言われたらこのイメージです。この通りを抜けたところには大船市場があるのだ。店内は大きな八百屋さんっていう雰囲気で、新鮮な野菜や果物が山積みになっています。ここもいい意味で昭和っぽい雰囲気なのだ。八百屋さんなのに長居したくなってしまう懐かしさを感じるお店だと思います。そしてこの商店街、2000年に松竹撮影所が閉鎖されても活気は衰えなかったのだ。むしろ住宅地として発展した大船の生活を支える重要な場所になったのだ。新しいお店も増えていますが、昭和を感じさせる雰囲気も色濃く残ってたね。歩き疲れたのでちょっと一休みするのだ。やってきたのはヴィレッジカフェ大船本店なのだ。ゆうたから屋の隣にある今時のお店だね。昭和の横に令和があるみたいな。注文したのはヴィレッジアイスコーヒーとメニュー写真が美味しそうだったシュークリームなのだ。
すっきりした味わいの中にほんのりと苦み、バランスが良くて飲みやすかったです。ガムシロップを一つ入れてみたけど、入れない方が美味しかったのだ。ここのコーヒーならそのままの方が好みなのだ。シュークリームは見た目からしてなかなかのボリューム。持ち上げてみるとずしっとした重さがありました。生地がかなり甘いのだ。サクッというよりふかっとした食感なのだ。クリームは思ったよりすっきりした甘さで、生地とのバランスがいいです。甘い生地とちょうどいい組み合わせになっています。店内は静かで落ち着いた雰囲気の中で一休みできたのだ。次は先ほどから話題に出している松竹大船撮影所跡地に向かってみるのだ。大船駅からだと徒歩で10分少々なのだ。撮影所跡地に向かって伸びるこの道は砂押川プロムナードといいます。川沿いの遊歩道で舗装も綺麗、街路樹が並んでいて歩いていて気持ちいい道だね。春には桜も咲くみたいなのだ。お花見しながら散歩っていうのも良さそうなのだ。右手側には大船郵便局やイトーヨーカドーがあります。そして到着なのだ。ここが松竹大船撮影所跡です。撮影所は綺麗さっぱりなくなっていて、この小さな石碑があるだけになっています。見たところただの石碑なのだ。目立たずにポツンとあるので気づかずに通り過ぎちゃいそうなのだ。というか普通に通り過ぎたし、迷子になってたよね。 Google マップで検索しても正確な場所が出てこないのですが、ここです。イトーヨーカドーの後ろで遊歩道が交差しているところにあります。ここが昭和11年から2000年までの64年間日本映画の中心地だった場所なのだ。山田洋次監督の「男はつらいよ」シリーズもここで撮影されていました。昔の大船は映画の街として知られてたのだ。駅前の商店街もその時代のにぎわいに支えられてたのだ。大船を語るならやっぱりこの撮影所の存在は外せません。大船撮影所があった敷地のほとんどは鎌倉女子大学に売却され、大船キャンパスとして使用されてるそうです。次にやってきたのは鎌倉芸術館なのだ。さっきの撮影所跡から歩いてすぐだったのだ。石碑の隣に鎌倉女子大学、その正面に鎌倉芸術館って感じなのだ。ここは1993年に開館した鎌倉市の文化芸術の拠点です。大ホールは約1500席、小ホールは600席。当時は松竹大船撮影所の敷地の一角を借りて建設されたそうなのだ。クラシックコンサートや演劇、地元の発表会などさまざまな催しに使われているそうです。大船駅に戻ってきたのだ。大船駅の笠間口から正面に見えるのがグランシップなのだ。2021年にできた新しい商業施設なのだ。その名の通り建物全体が船の形をイメージしてデザインされています。正面から見ると本当にへさきっぽく見えてかっこいいんだよね。中にはヤマダ電機にカフェ、ドラッグストアや雑貨店も入ってて日常使いしやすいのだ。スーパーに保育園、学習塾、クリニック、先進的な外観からは想像できない地域密着系のテナントも入ってるんだね。ブランズタワー大船っていうタワマン直結だからかな。 JR の笠間口改札とも連絡通路でつながってるので駅からのアクセスも抜群です。最近ではこの周辺にもマンションが増えていて新しい街の顔になりつつありますね。次は大船観音を目指そうと思うんだけど、その前にちょっと寄り道していくのだ。湘南モノレールを見に行くのだ。 JR 大船駅東口のすぐ隣にあるのだ。湘南モノレールは日本でも数少ない懸垂式のモノレールです。大船から江ノ島まで約14分、高架をビューンと走り抜ける空中散歩みたいな路線ですね。ジェットコースターみたいって言われるくらいアップダウンが激しいことでも有名なのだ。改札の裏側には休憩スペースがあって、ここから大船観音がよく見えます。じゃあ次はあの観音様を目指していきましょう。大船駅西口から歩いて5分ほど。ここが大船観音の参道入り口なのだ。ここから本堂までは結構急な坂道になっています。距離は短いけど角度があるからお年寄りにはちょっと大変かもしれません。湘南モノレールから眺めた時は結構高い位置にあるなとは思ってたのだ。
エレベーターやエスカレーターもないのだ。でも山門をくぐると開けた空間になっていて、すごく静かです。敷地は広くはないんだけど、とても綺麗に整備されてて気持ちがいい場所になってます。階段を上ると到着。これが大船観音なのだ。高さは約25メートル。白くて優しい表情の観音様ですね。戦前から構想されていたけど、戦争で中断されて、完成したのは昭和35年、1960年なんです。上半身しかないんだけど、思ってたよりも大きくて迫力があるのだ。当初は奈良の大仏の2倍近い立像の予定だったそうです。ただその後の調査で地盤に問題があり胸像になったそうです。それでも迫力は十分だね。お線香をあげる場所もあって、せっかくなので手を合わせてきました。観音様の体内にも入れるのだ。中には20分の1の原型像や建設の歴史が展示されてたのだ。大船観音寺は無病息災や子宝、安産にご利益があるそうです。それに境内からの眺めも素晴らしいです。大船の街が一望できて、遠くには富士山も見えることがあります。最後は大船の名店観音食堂で食べていくのだ。正式名称は活魚料理観音。大船駅東口から徒歩1分の場所にあります。2022年1月の火事で全焼してしまいましたが、2023年5月に再オープンしました。1961年創業の老舗です。16時前に到着したけど、もう満席だったのだ。運よく複数のお客さんが出るところで待たずに入れたのだ。17時から予約も入っているそうで、かなりの人気店だね。客層はおじいさんグループが多い印象でした。店内は再建されたばかりなのもあって、老舗のお店だけどすごく綺麗な内装なのだ。メニューを見てちょっと悩んだけど、定番っぽい刺身定食にしてみたのだ。刺身定食はとても美味しかったです。どれも新鮮でネタが大きめ、全体的に量が多くて体感 1.2 倍くらいのボリュームでした。新鮮な魚を使った料理が自慢のお店なのだ。火事から復活して、また地元の人たちに愛されてるのだ。グループ客だけじゃなく、おじいさんおばあさんの一人客もいて、昼飲みしてたり食事だけだったりと、地元の憩いの場になってるんだなってのは強く感じました。今日は大船駅周辺を散策してきたのだ。歴史ある商店街から最新の商業施設まで、新旧の魅力が詰まった街だったのだ。駅前は商業施設も多くて便利だし、昔ながらの商店街も健在で、さらに文化施設や観音様もあって、いろんな顔を持ってる街だなって思いました。交通の便も良くて、買い物も便利で、歴史も感じられるのだ。鎌倉観光の拠点としても便利ですし、大船だけでも十分楽しめる街でした。というわけで、今回の動画はここまでなのだ。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。